今日は真面目ゴリ。こんにちは、環境系 YouTuber のかなごりです。今日はパーム油、この油について少し話をしていきたいと思います。かなごりチャンネルでは環境問題に関することを分かりやすくいろいろな視点から発信をしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではパーム油について話していくぞー。かなごり、この油聞いたことありますか？私も環境問題を知るようになってからパーム油っていう油の存在を知りました。そもそもこのパーム油、何からできているかというと、アブラヤシの実から取れる植物油です。世界で最も消費されているのがこのパーム油です。何に使われているかというと、私たちにとっても身近なもの、加工食品にすごく使われています。あとは食器、洗濯、掃除用の洗剤、石鹸やシャンプー、そういう日用品にもパーム油は使われています。それだけこのパーム油は私たちにとってとても身近な植物油なんです。じゃあなんでこんなに身近なのに聞き覚えがないのか。なんでかっていうと、パーム油はこういう別名になって使われていることがほとんどみたい。なので私たちはパーム油っていう言葉をほとんど聞いたことがなかった。ではなぜこんなにこのパーム油が使われているのかというと、このねパーム油はとっても便利なんです。で、様々な商品に利用できるので、お店で出す時とか使用する時にとても好条件。他にも価格が安いので、もちろん私たちが買う時に安く提供できる。もう一つが生産効率が高い。なので他の植物油に比べるとパーム油は生産性も良くてコスパも良くてとっても便利に使える本当に素晴らしい油なんですね。真面目ゴリ。この油の量を作るためにはもちろん環境問題とも密接に影響しています。このアブラヤシを栽培できるのは日差しが強くて雨量が多い熱帯の国でしかこのアブラヤシを作ることができません。なので熱帯林への影響がとてつもなくあります。アブラヤシ農園を広げていくためにその森林伐採が継続的にどんどん行われていく。で、言われているのが2010年から2030年までのあと20年間でこのパーム油の生産率っていうのは約3倍にまでまた増えるって言われてるんです。さらにその熱帯林は泥炭地って言って湿地なので、もともとはめちゃめちゃ水で濡れてるところが乾いて余計燃えやすくなっている状態で火がついて大火災が起きるっていうこともあるみたいです。森林伐採をすることによって土地が乾燥して火事が起きる。そうすることによって二酸化炭素は増えていく。なのでもちろん温室効果ガスとして地球温暖化を悪化させる。で、この熱帯林の減少によって野生動物たちは住処をなくして食べる食べ物がなくて、で結局アブラヤシ農園に踏み入って害獣扱いされて殺されたり、で特にオランウータンはこの100年間で 90% も減少しています。であとはアジアゾウだったり、他のサイだったり、そういう動物たちが行き場所をなくしているっていう状況みたいです。でもちろんこれは野生動物だけに影響があるわけではなくて、そこに住んでいる先住民とかそういう人たちにも大きな影響を与えている。このパーム油を生産することによっていろいろなことにやっぱり影響が出ているっていう状況です。じゃあ分かった、パームオイルを使わなくすればいいんじゃない？私はねそう最初思ったんですけど、だけどパーム油の使用を控えることによってこの問題は解決されないどころかさらなる環境問題を起こすって言われています。そこには理由があって、このパーム油はさっきも言いましたが、もう日用品から食品まで私たちの生活に必要不可欠な食材なんです。このパーム油に匹敵する量の油を他の植物油から取ろうとすると、この図を見てほしいんですけど、こんなに差があるんです。パーム油よりももっともっと広い土地が必要になるので、他の植物油を育てることで森林伐採がさらに行われる。結局パーム油を使わないようにしたとしても難しいっていうことですね。私たちの生活が変わんない限りは結局切っても切り離せない関係っていうことになります。じゃあ一体何ができるの？私たちにできることは3つあります。まずは認証付きのものを選ぶ。
前回のグリーンウォッシュの動画でも紹介した RSPO 認証、持続可能な生産だったり、あとは使用が認められたものにしかそのマークがつかないので、買う時にこのマークがついてるかを確認してみる。マクドナルドのフライドポテトもこのね RSPO 認証の油を使っているみたいです。で2つ目が油自体の使用をできるだけ控える。だからもう今はドボドボ油を使っていたのをちょっと少量で、炒めてみるとか、そっちの方がヘルシーだし私はいいと思うんですけど、なんかこうやっぱり使う量を少し減らしていくことによって変化はあるんではないかなと思います。これ3つ目めちゃめちゃ大事なのが食品ロスをなくす。こんなに環境破壊して野生動物の住処を奪ってまで私たちに美味しいものを届けてくれているのにもかかわらず、食べないで捨てちゃうとか、賞味期限切れて、捨てちゃうとか、すごいもったいないと思うんで、やっぱり責任を持って買ったものだったり自分が食べるものは残さない、そういう心がけは私は一番大きいのかなと思います。はい、では今日はパームオイルとかパーム油とかいろいろ言ってるんですけど、パーム油について話してきたんですけれども、やっぱり便利な世の中なので物で溢れています。こうやって元をたどってみる、これって当たり前に使われてたけどこういう背景から私たちの元に届いているんだっていうことを知ることだけでもすごい私は意味があると思うので、今日はこういう動画を作りました。日頃から意識して商品を選択する、そういう風な暮らしができると地球にも優しくて私たちにも優しい、そういう暮らしが送れるんじゃないかなと私は思います。はい、では今日の動画はここまでです。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さよなら、バイバーイ。